どうもリュウクです。今回はこのヘルストラッキングスマートリングについてレビューしていきます。僕は今までこのオーラリングの第2世代を使用していたんですが、このオーラリングのバッテリーの寿命が来てしまい、丸1日つけているだけでバッテリーがなくなってしまうぐらいバッテリーが衰えてしまったので、新しい睡眠トラッキング用のガジェットを探していました。今回はこのオーラリングではなくウルトラヒューマンのリングエアというスマートリングについてレビューしていきます。それでは行ってみましょう。まず最初にこのウルトラヒューマンを使うようになった経緯からお話ししていきます。僕は最初このオーラリング2を使っていて、バッテリーがへばってしまったのでオーラのカスタマーサポートに連絡して、修理バッテリーの交換ができないか聞いてみました。そうしてみたところ、僕の場合は保証期間がもう過ぎてしまったので無償の交換ではなく割引による新しいリングの購入を勧められました。ただそこで購入できるのが第2世代ではなく、その時新しくもうすでに出ていた第3世代のみの購入となっていました。知ってる人もいるかもしれませんが、オーラリングの第3世代は買い切りではなくサブスクリプションモデルでお金を毎月払うことで自分のスコアの詳細なデータを見ることができます。第2世代までは買い切りモデルだったので、サブスクリプションなしでもかなり詳細な自分の睡眠のデータや運動のデータなどを見ることができたんですが、第3世代からはこのデバイスの料金を払った後にさらにサブスクリプションでランニングコストがかかるっていう仕様になっていました。なのでこれを交換してしまうと、今まで発生していなかったコストがさらにかかってしまうということになります。オーラリングの第3世代は第2世代よりも機能が増えていたり、サブスクリプションによってさらに多くの健康に対するアドバイスが見られると思うので、一概にただお金が発生してしまって何もこっちに得がないというわけではないんですが、個人的なこのスマートリングの使い方としては、あんまり熱心に自分の健康データを見るというよりは、日々のコンディションについて解像度高めたいなっていう程度で、昨日より今日より明日どのぐらい自分のコンディションがいいのか悪いのかっていうのが知れればよかったので、そこまでコストをかけるつもりはありませんでした。そんなことを考えながら1日しか持たないこのオーラリング2をだまし使っていたら、ウルトラヒューマンから連絡が来ました。このウルトラヒューマンは確かインドの会社で、存在自体は知っていたんですが、この製品がどのようなものなのか、オーラリングとどう違うのかは詳しく知りませんでした。ただこのウルトラヒューマンのリングエアという製品は買い切りモデルで、かつオーラリング3に匹敵する皮膚温度センサーなどが使えるというので、このウルトラヒューマンのリングエアを試してみようと思いました。到着してからしばらくこのリングエアを使ってみて、最初はこのオーラリングと両方つけて生活していましたが、2つのアプリを見る限り睡眠の深さだったり活動量にそんなに乖離がなかったので、途中からこのオーラリングは外してウルトラヒューマンのリングエアだけで過ごすことにしました。それではこの2つのリングの比較について話していきます。さっきもちょっと言いましたが、睡眠のトラッキングだったり運動量の計測にあまり差は感じませんでした。もちろんオーラリングの方がこのスマートリングという業界に参入してからかなり時間が経っているので、計測したデータに対する分析などはこちらのオーラリングの方が優れているとは思います。ただおそらくこのセンサー自体の精度なんかはあまり変わらないんじゃないかなと思います。どちらかというと蓄積したデータの分析によって精度の高い予測だったり健康へのアドバイスを実現しているのがこのオーラなんじゃないかなと思います。今回比較しているのはオーラリングの第3世代ではなく第2世代なので、あまりフェアな比較じゃないかもしれませんが、一応買い切りモデルという意味では同じぐらいの価格帯なので、この2つで比較しています。同じ買い切りモデルとして見たときに、こちらのウルトラヒューマンのリングエアの方はオーラリング2よりも多くのセンサーを備えています。心拍数のモニタリングや6軸センサー、非接触の温度センサーなんかもついています。もしかしたらオーラリング3であれば、このリングエアよりもさらに多くの機能やセンサーによるトラッキングを享受できるのかもしれませんが、それは
月額でコストを払っているので、あんまりそこは横並びで考えにくいんじゃないかなとは思います。それではこのリングエアを使ってみて実際に良かった点について話していきます。まず最初はこの表面のマテリアルについてです。こっちのオーラリングの方は金属というよりも金属のようなコーティングがされているのに対して、こちらのウルトラヒューマンのリングエアの方はチタンで覆われています。全体がチタンで覆われているおかげだと思いますが、本体が非常に傷に強いなっていう印象です。こう見てわかる通り、このオーラリング結構長い間使ってるので、しょうがないんですが、細かい傷がかなりつきやすく、この辺とか結構剥げて銀色になったりしてます。このリングエアの方は細かい傷もほとんどなくて、本当に近くで見ないとわからないぐらいの傷しかないので、パッと見た時にかなり綺麗な状態を保ててるなという印象です。次の良かったところが、結構ここも大きな違いなんですが、こう見ていただくと分かる通り、中の凹凸がないんですよね。オーラリングはこのポツポツが3つぐらいあって、この突起物があることによって皮膚にちゃんと密着して、正確なデータを取れるのかもしれませんが、このウルトラヒューマンの方はここが少し平らになっているぐらいで、ほぼほぼつるっとした丸で内側が作られていて、こう指を通す時にこういう障害物がないんですよね。なので指がむくんでいる時とかにこう付け外しするのがオーラリングの場合は結構痛かったんですが、ウルトラヒューマンの場合はそういうのが一切なくスムーズに付け外しすることができます。次に良かったのがストレススコアという独自のスコアリングがあることです。このストレスリズムというところをタップすると、ストレスリズムスコアというのが表示されます。これは1日のうち自分がどのような生活を送っていたかというのがライフログとして見ることができます。このように時間別で心拍数が表示されていて、6軸センサーがついているので、心拍数が高くても活動している時はこれは歩いている時ですよっていうふうに表示されていたり、歩いたりアクティブに動いていない時の心拍数が高いところはストレスを感じている時間ですよっていうのが分かるようになっています。一見ストレス値とか活動が見れるだけであんまり役に立たないような気もしますが、この日何やってたっけとか、この時間どういうことをしてたっけみたいな思い出すためにこういうライフログはついているとたまに便利だったりするので、結構これは面白い体験だなと思いました。あとこれは最近追加された機能っぽいんですが、この睡眠負債という機能ですね。これは1週間のうち睡眠の負債、睡眠時間を貯蓄に例えて一定時間以上寝れていないとそれが借金のように負債として表示されます。今はプラス0時間22分となっているので、じゃあ今日は早く寝ようとか、明日はじゃあ朝ゆっくりしようみたいな感じで自分の次の行動を考えるときにこの睡眠負債を見て参考にすることができます。睡眠スコアみたいなものもあるので、このスコアを見れば次のアクションは決めれるとは思いますし、これはオーラリングにもある機能なので、この睡眠負債の機能がどれだけ有意義かっていうのは人によるかもしれませんが、こういうお金っぽい表現というか、100点満点中何点というよりも、今自分はどのぐらい寝れていてどのぐらい寝れていないのかみたいなのが負債として表示されて、赤いグラフで視覚的に危機感を煽るような UI なので、個人的には直感的でいいユーザーインターフェースだなと思いました。ここまでがこのウルトラヒューマンリングエアの良かった点です。ここからは使っていて少し気になるなと思った点を話していきます。まず最初の気になる点は、アプリの日本語が少しおかしいというところです。おそらく自動翻訳を対応しているんだと思いますが、見ているとたまに気になる日本語表現があります。例えばこのスタートを巻き下ろすみたいな日本語だったり、もっと睡眠が欲しいですか。分
かるっちゃわかりますけど、あんまり自然な日本語ではないですよね。UI 自体はすごいオーラリンゴのアプリと同等なレベルで優れているので、視覚的にも直感的にも全然何を言ってるかとか、これが何を示してるかっていうのはわかるんですが、僕が使い始めた2ヶ月前ぐらいは結構英語が混じっていたりして完全に日本語対応できていなかったりしました。ただこのアプリ自体日に日にアップデートしてるなというのがわかるぐらい開発スピードが速くて、この日本語対応のところも日々良くなっている実感がありますし、使い始めた当初よりも大幅に機能が増えているなという印象です。とはいえ健康のアドバイスをしてもらうためのアプリケーションとして日本語がおかしいっていうのはかなり違和感があるとは思うので、ここは慣れが必要かなっていうところです。次に気になったのがこのリングのセンサーの光ですね。おそらく心拍数センサーだと思うんですが、この部分が夜中になると緑色に光ります。夜中というか周りが暗い時なんかに光ってる印象ですね。これはつけてる本人は正直そんなに気にならなくて、めちゃくちゃ明るいかって言われると本当にぼやっと光る程度なので、睡眠の質が下がるような明るすぎる光ではないんですが、一人で寝てる人はともかく家族と一緒に寝てる人だったり、一緒に子供が隣で寝てる人なんかは結構指が光ってるのが気になるので、人によっては結構気になる部分かなと思います。ただこれはおそらくですけど、オーラリングの第3世代も同じような感じで光るとは思います。次がこのリングを充電する時の発熱についてですね。このリングやオーラリングと同じようにスポットスタンドにはめて充電するんですが、オーラリングでは感じたことないような発熱の仕方をします。おそらくですけど本体がチタン製なので、オーラリングよりも金属部分の割合が多いせいで熱の伝導が激しくてかなり発熱しているように感じるんだと思いますが、結構このぐらい小さいデバイスで、ほとんどがセンサーとバッテリーで構成されていると思うので、あまり発熱をしすぎるとこういうセンサー類の故障だったりバッテリーの劣化がちょっと気になるので、寿命という点で少しだけ怖いなと思いました。はい、ここまでが気になる点です。結論としては非常に良いプロダクトだなと思いました。オーラリング3のヘルストラッキングはおそらくかなりいいものだとは思いますが、買い切りモデルでここまでいろんな機能が使えていろんな情報をトラッキングできるデバイスは今のところウルトラヒューマンが一番トップなんじゃないかなと思います。先日ギャラクシーリングも発表されましたが、日本での発売予定やiPhone との互換性についてあまり言及されていないので、オーラリングと似たような使い方をするって意味ではこのウルトラヒューマンのリングウェアはかなりいい線いってるんじゃないかなと思います。あとはサブスクリプション料金を払ってまでこういうヘルスケアトラッキングを熱心にやりたくないよっていう人にとってはかなりいい選択肢だなと思います。この手の製品は詳細な自分の健康データだったり、あと病気の予防なんかにも役立つのかもしれませんが、個人的には昨日のコンディションより今日がどうなのか、今週1週間はよく寝れているのかどうかなど、長期的な自分の健康というよりも短期的に自分が今どういうコンディションなのかっていうのを知るためのツールとして使うことの方が多いので、サブスクリプションで自分にとってなくてはならないみたいな立ち位置ではないのかなと思います。そういう意味では買い切りモデルで買える中で選ぶとしたら、このウルトラヒューマンが最も優れたスマートリングの一つなんじゃないかなと思います。ただギャラクシーリングは発表されているので、それを待つのも全然ありかなと思います。ギャラクシーリングまだあんまり詳しく情報出てなかったり、僕もちゃんと調べられてないんですが、現状分かってる情報だけでも充電スタンドが据え置きではなくて AirPods みたいな蓋で閉まって、しかもスケルトンでスタンドにもなるし充電ケースにもなって持ち運べるみたいな仕様になっていたり、あと X の誰かの投稿で見た動画ではこういうジェスチャーによってスマートフォンのシャッターを切ったりみたいな、ちょっと Apple Watch っぽい機能も備わっているようなので、ヘルスケア以外の機能も備わっていて、かつ、オーラリングよりも一歩次世代のスマートリングを試したいっていう方は、このウルトラヒューマンよりも
次の世代のリングが出るのを待った方がいいかもしれません。あとはギャラクシーリングは買い切りモデルであるっていうのがもうアナウンスされてますし、噂されてるアップルリングなんかは買い切りなのかサブスクなのか分かりませんが、おそらく大きな資本を持っている企業なので買い切りモデルで、かつかなり持続可能なサービスを提供してくれると思います。そういう意味では大きな会社が出しているプロダクトを買うっていうのが、もしかしたらヘルスケアを継続的に自分のデータを蓄積してより良いレコメンデーションを得るためにはいい選択肢かもしれないので、今すぐヘルスケアリングが欲しいっていう人はウルトラヒューマンを買うのも全然いいと思いますが、そういう長期的に自分のヘルスケアデバイスをもうずっと持ち続けたい、これをずっと使い続けたいっていう人は、もしかしたらギャラクシーやアップルのような大きな会社が出しているこういうデバイスを買うのがいいのかもしれません。そういう意味だとオーラリングはサブスクリプションモデルに切り替えて、より新機能を開発しやすくなったり、メンテナンスのコストを調達しやすくなっているので、オーラリングのサービスが終了するっていうのは考えにくいとは思いますが、そういう大きいメーカーが参入してきた時にどうなるか分かんないので、そっち側に乗っておくっていうのもいいかもしれません。とはいえやっぱりこのリングエアはいい製品だなと思います。傷もつきにくいですし、何よりランニングコストが低い、そして多くのセンサーによっていろんなビジュアライズがされた楽しく自分の健康状態を知ることができるので、今までのオーラリングとは少し違うアプローチなんじゃないかなと思いました。初めてこういうヘルスケアデバイスを使う人ですぐに試したいっていう人は、ぜひこのウルトラヒューマンのリングエアを試してみてください。このリングエアの購入ページは概要欄に載せてあるので、よかったらそこからチェックしてみてください。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバックパックのレビューや日々に役立つ情報を配信しています。もう一つのチャンネルのエミグラムでは、言葉では表現しきれないバックパックの魅力を 4K 映像で隅々まで見ることができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。